シンガポールです。なんででしょう、シンガポール。なんか運転手さんとかも結構お菓子食べながら仕事してたので、なんかそういうところがちょっと日本と違うなって思いましたね。Hey guys, it's Cat the Cat, and today Ask Japanese is gonna go and ask the Japanese people on the streets which country influences them. It used to be America a couple of years ago, but that might have changed, so let's go and find out. If you're new to our channel, don't forget to subscribe, and now let's hit the fashionable streets of Omotesando and Harajuku to find out what Japanese people are influenced by. Let's go. 自分の人生に一番影響した海外の国はどれだと思いますか？私は台湾ですかね。なんでですか？去年旅行に友達と2人で行って、なんか初めて友達と海外行ったんですけど、なんかすごい親切で、すごい日本人にすごいなんか優しかったので、すごい海外旅行がしやすいなと思って、台湾から始めてよかったっていうのもあるんですけど、これからいっぱい海外旅行しようなと思いました。いい経験があったからこそ。はい、そうですね。優しかったです。台湾の一番の思い出は？なんかみんな大体旅行客は観光客は台北行くって聞いてたんですけど、なんか台中の方に行って西港村っていうすごいなんか、フォトジェニックな場所に行って、そこでなんかいろいろ写真を撮りにちょっと2時間ぐらいローカル電車でかかったんですけど、それで行ったのがめちゃめちゃ楽しかったです。そこでめちゃめちゃなんか写真を撮ってくれるおじさんがいてなんか雨降ってなかったんですけど、傘持ってこうやって雨降ってる感じの写真撮るみたいな提案もしてくれて、なんか勝手に撮ってくれたのが面白かったです。じゃあ自分に一番影響してる国ありますか？シンガポールです。なんででしょう、シンガポール。シンガポールは街が綺麗っていうか、ゴミ一つなくって。行ったことあるってことですか？行ったことある。ゴミ一つなくって、さっき台湾でも言ったように、私台湾も行ったことあるんですけど、同じくシンガポール人の人は親切だったし、だから影響ありますね。どれぐらい行きました？いやでも修学旅行で1回行っただけなんですけど。修学旅行はだいたいみんなと一緒に行動すると思うんですけど、なんか自分でシンガポールの人と会話する機会がありました？シンガポールの現地の高校か中学に学校に行きました。そこで交流しました。なんか誰か今思い出に残るシンガポール人がいますか？一緒になんか学校案内してくれた女の子がいて、その子がすごい印象に残ってます。どういったところ残りました？なんか本当にやっぱさっき言ったように親切だったし、なんか日本人を思いやってくれてるっていうか、すごい印象に残りました。今自分の人生に一番影響してる国はどれですか？日本以外でってこと？日本以外。アメリカ映画とかそういう見て。なんだろうな。でもアメリカ映画はドラマとか好き。プリズンブレイクとかなんか終わりそう。アメリカのドラマってなんか終わりそうで終わらないじゃないですか。そうですよね。続きをばっかり作ってみたいな。それが結構好き。影響っていうとなんだろうな。でも海外のやっぱりなんかIT とかも会社もそうだけど、なんか新しいことやるじゃないですか。何にも誰がこんなの発明したのみたいな。それは海外のは日本より絶対すごいと思うんですよ。でも日本はその流行ったものをどうなんか日本風にやるかっていうのがすごい上手だと思うんで、やっぱその日本と海外のその連動っていうのは俺はいいなと思いますけどね。そうですね。ハワイとか行ったことあるんで、ハワイとかのそういう文化とか、確かになんか文化はすごくいいです。こうおしゃれ感とか、そういうの結構多少なり影響してますね。ハワイにいてそこにあったハワイ人となんかストーリーとかありますか？今思い出に残るハワイ人の話ありますか？で出てくるのがなんかタクシーの運転手ですね。結構なんか向こうおしゃれだし、なんかお金持ってるのかなと思ったら、意外にかなりタクシーの運転手が貧困層っていうか、あんまりお金なかったり、僕たちにタバコなんかねだったりとかしてくるような人たちで、なんか今まで考えたことなかったけどそういう部分もあるんだなと思ったりとかですね。はい、そうですね。ハワイ
外にも行ったことあるんですか？なんか確かにみたいな。僕海外行ったことないんですよ。まだですね。そうなんですよ。ただ奥さんが海外大好きでよく俺を置いて旅行に行くんですけどやっぱり奥さんは僕と違って海外にたくさん行ってるからなんかアイディアとか発想が豊かですよね。幅広いというか僕は結構こうっていうタイプなんでだからそういった意味ではうちの奥さんに僕もなんか教わることがあるんで僕もちょっと暇ができたら海外行ってみたいんですけど。じゃあ最初に行きたい海外の国は？どこだ。俺でもニューヨーク行きたいですね。ブルックリンとかニューヨークとかそういうなんか手軽に行けないとこ行ってみたいですね。逆になんか何も知らないとこに行ってみて自分が何ができるのか見てみたいからだからそうだな。でも自分が外人だったら日本行ってみたいと思うかもしれない。中国とかアジアやっぱ今伸びているからで日本もやっぱ旅館とか独自の文化があるじゃないですか。そういうのが海外にもあるのか見てみたいなとは思います。じゃあ今自分の人生に一番影響してる国はどれだと思いますか？でも韓国とか結構音楽とかファッションあと化粧品とかも結構影響してるかなファッション、音楽、化粧品いいですね。例えば何使ってますか？とエチュードハウスとか結構値段も安くて買いやすい。結構みんなありますよね。そっち辺になんか特別ミスもあったんですよ。あります。どうですか？一番自分の人生に影響してる国は？影響っていうか興味があるのは香港でディズニーが好きなんですけどその香港のディズニーに行きたいなと思ってます香港ディズニーなんか香港ディズニーは日本のディズニーと何が違うんですか？なんか私なんかそのキャラクターのサインを集めるのにハマってるんですけどなんか日本のダッフィーはまだサインが練習中で書けないんですけど香港のなんかダッフィーをサイン書けるみたいなのでなんかそれを集めに行きたいなとディズニーが好きなのでアメリカにも興味あるんですか？そうですね確かにディズニーワールドにも行きたいなってテレビで見て思いましたねすごい広そうですもんね。そうですなんか1週間でなんかちょうどいい感じみたいなって言います自分も行きたい海外行ったことあるんですか？はイタリアに学校で1週間ぐらいですけどその時になんか印象に残ったイタリア人のストーリーとかなんかありますか？なんかカフェを出してくれたお兄さんとか。なんかそういうのじゃないんですけど結構なんかスリとか多いんだなって逆に思っちゃいました確かに結構ちょっと怖かったクラスメイトになんか盗まれてしまったことあったんですか？なんかでも私の学校ではなかったんですけど友達とかはお財布盗まれたとか結構あるみたいで肩身離さずカバンは持ってます危ない今の人生を考えてそこの中に一番影響されてる国とか旅に始めていて国とかあったりしますか？海外行かないんですよね。例えば映画が好きとか音楽が好きとか。わかんない海外行ったことあるっけ？いや1回しかない。台湾。台湾にいたんですか？台湾。台湾に行くきっかけは何ですか？きっかけはもう家族旅行で行こうってなって行きました。何歳の時だったんですか？でも大学2年生なんであれ20歳はい台湾行った時になんか思い出に残る台湾人とかいました？でもなんかすごい言い方は悪いんですけど適当じゃないんですけどなんて言うんですか台湾で5人で行ったんですけどもなんかタクシー乗るときに4人乗りのタクシーしかなくて乗れますかって言ったら乗れますって言われてその後ろの席開けてくれるのかなと思ったらなんか無理やり詰め込まれて前に1人後ろに4人みたいなもう膝の上に乗るみたいな勢いで乗ってたのでなんかすごいなんか運転手さんとかも結構お菓子食べながら仕事してたのでなんかそういうところがちょっと日本と違うなって思いましたね。ラフさがすごいって感じですごいですねこれルルイヘラのような気がしますよね行ってみたい国とかありますか？でもハワイとか行ってみたいですね。なんか海が綺麗ってイメージとかあってあと
ご飯も美味しそうってイメージがあるので、いいですね。私も行ってみたいです。じゃあ自分の人生に影響してる国、強いて言えばどの国でしょう？どこだろう。最近なんか旅行った国でもいいし。一回もでも海外には行ったことないんですけど、でも洋画がすごくなんかちょっとハマってる時期があってなんかそのイギリスとかそういうなんかなんだろう、もう冗談なんていうんですかね、なんかアメリカンジョークとかすごいなんかもう笑っちゃうし楽しいし、なんかそういう人がたくさんいるところに行ってみたいって思いますね。なんか私は海外に行くきっかけがあればどこに行きたいですか？どこだろうでも景色がすごく綺麗なイメージがたくさんあるので、もうスイスとかヨーロッパとかなんかちょっと景色自然を感じたいですね自分に一番影響した国はどの国だと思いますか？ちょっとロシアに影響されましたね。どういったところですか？なんか音楽も面白かった YouTube でなんか音楽聞いたんですけど、そのロシアの民謡みたいな、それがちょっと面白かったですね。中学の時のロシアの友達でちょっと今ロシア。そうですね、はい。一番影響してるのはなんだろう、なんか一番海外に興味を持ったきっかけが韓国の音楽とかそういうファッションが好きで、そこからだんだんそういういろんな国に興味持ったんで、なんだろう、韓国ですかね？韓国ですね。韓国のなんか日本にないような音楽のなんかすごい頭に残るような感じの変わってる音楽とかが多かったり、そういうので結構音楽好きになったきっかけでもあるので、韓国がきっかけ、海外に。音楽以外にもなんか韓国から何か物を使ったりとかしてますか？化粧品とか使ってました。でも今はそういうニューヨークとかそのロンドンとかそういう系のファッションとかが好きになったんですけど、きっかけは韓国、いろんなこと。じゃあ第2に自分を影響してる国が何でしょう？第2は韓国で、それこそ化粧品をよく使ってます。どういった化粧が今使ってますか？今ドクタージャルトの化粧品を使って顔を作ってますね。はい。なんか韓国の化粧品の良いところは何ですか？なんかちゃんとその専門医みたいな人が作ってるところがいいと思います。好きな音楽のアーティストがほとんどなんかイギリスとかそういうロンドン系の音楽が多いっていうのに最近気づきました。何系ですか？インディー系とかそういうなんかエモ系とか。エモ系、なんかザ・ XX とかが好きです。じゃあ音楽は韓国から今イギリスに結構そっちの方に行きました。わかりました。はい、大丈夫ですか？じゃあそれで全ての質問でした。ありがとうございます。So, what country influences Japanese people the most? It's interesting to see that actually a common interest, may it be pop culture or music, gets many people to be interested in a different country, as well as maybe traveling to that country and enjoying the experience that the people had when they went to that country. So, K-pop right now is not only big in several countries, it's also very, very big in Japan. So, many young girls that we've interviewed actually over the last couple of years have mentioned Japanese music, but K-pop music actually more than Japanese music and stuff. So it's very interesting to see how there's a big K-pop boom, but then everyone else, it really varied on where they went and what they liked. So what country has influenced you the most? Is it Japan because you're watching this video, or is it actually a different country? Be honest, leave us a nice comment, link forward to reading it. Thank you very much for watching this all the way to the end, and don't forget to subscribe if you're new to your channel so you do not miss any future videos from Japan. And I wish you a lovely day, and I'll catch you soon on Ask Japanese. Bye!